私が作ったなんちゃってステビライザーがあれば余裕の撃破。こういった敵戦車行動不能。走りながらでも余裕やで。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車ではなくバグと戦う謎のゲームスプロケット。まあベータ版やからな。今回は以前から多くリクエストをいただいていた戦車を作ろうと思います。おお、何作るん？すでにサムネでお分かりかと思いますが、陸上自衛隊の10式戦車だね。現代戦車や。こんな感じで動画を出せば作ってほしいというコメントが多く寄せられていたね。それで今作ると、作らなかったというよりも作れなかったんだよね。技術的に、前から現代戦車は難しい言っとったからな。それで、こんな感じで実際に作られた兵器をたくさん作って技術を高めていました。あ、そうなんか。早速設計というか制作を進めていくんだけど、10式戦車の明細模様にできないんだよね。ダメやん。完成前に自分で用意した画像で作ることにして、とりあえず見やすい色にしておきましょう。早速問題があるんだけど、戦車のサイズがよくわからない。いつもみたいに全長とかから測るしかないか。ネットにある画像などから私が測った推定として、車体本体の長さはちょうど7メートル、履帯の長さは6メートル60センチくらい。それっぽくポイポイと上げて、天輪の直径は65センチくらい。数は5つやな。履帯の間隔は185センチくらいだね。はい、足回りは完成しました。次は車体やな。これまでの経験から足回り、車体、砲塔の順番で下から順に作った方がいいね。ちなみに地上高というか車高は48センチくらいでした。それで先っちょの傾斜角なんだけど、全然わからないね。わからんのか。ネットに落ちてる資料とかでも履帯で隠れててよくわかんないんだよね。そのような時はどうするか、私が最もいい案を教えましょう。おう、みんな聞いてな。適当に合わせる。何のカットインや。ちょっと最近使ってなかったからね。適当と言うと雑に聞こえるかと思うんだけど、これまでの経験から見た目を合わせればほぼ綺麗に収まります。ということは資料とか自然に集めんとダメってことやな。いろんな方向から撮影した写真とか見てなんとなく合わせればきっちり作れていることがあるね。こんな感じでいいかな。車体天板の形状はそこまで難しくなくて、後ろ側に動力関係の出っ張りがあるだけ。次はフェンダーやな。このような構造は別のキューブを追加して作ります。ニュッと伸ばして、キュッと曲げる。後ろ側は車体構造と同じだね。こうなりました。おう、形なってきたで。サイドスカートの別パーツで作ったんだけどなぜか失敗。結局フェンダーからここをする形で作り上げることに成功しました。これはその下の泥除けというかゴムのカバーみたいなやつやな。装飾パーツで位置を決めて自作しました。とりあえずこんな形なんだけど、ちょっと微妙だね。普通の鉄板って感じや。自然にゴムっぽく見えるように形を変形させました。もうちょっと曲げた方がいいかな？後から直せる箇所なのでガバッと変形させましょう。ゴムみたいに浮いてるっぽくなった。前後もゴムなのでふにゃっとさせておきました。車体はほぼ完成なんだけど、向かって右側が左右非対称だね。これなんなん？わからないので謎の構造としておきましょう。ここのところがこうなっていたのかな？あとは細かいところを修正すれば車体形状は完成。難しい思っとったけどできたやん。ゆるふわ軍事チャンネル。次は砲塔。これが上手に作れるかで全体的な印象も変わってきます。顔みたいな感じやな。ターレットリングは大きく作りすぎちゃったんだけど、2メートル30センチくらい。車体本体からはみ出とるんか。まあ見えない部分なので問題ないね。それで、砲塔の全長は4メートル50センチくらい。地上からの全高は2メートル20センチから30センチくらいだね。意外と高さ低いんやな。砲塔前方の傾斜角もよくわからないね。先端からここの部分までの長さが30センチくらい。先っちょはシュッとしておきましょう。砲塔側面はこんな感じで傾斜しているね。先端の幅は多分110センチ、2段目までは185センチ。細かいところを微調整して、なんとか砲塔本体が完成。これどのくらいかかったん？ 25 分くらいだね。結構早いやん。次は両サイドの膨れたモジュール。形状がかなり複雑で何回か失敗したんだけど、測ったサイズを気にしすぎると逆にうまくできなくなることが判明。どういうこと？
作ってる画面と参考資料を見比べながら作ると、どこが間違っているかわからなくなるんだよね。混乱するって言った方がいいかな。そういえば前もそんなこと言っとったな。砲塔と車体はほぼ正確に作れているから収まるようにしか収まらないんだよね。頭で考える前にとりあえず形を作って傾斜を合わせればそれっぽい形になるので、全体を作ったらおかしい箇所を直すって方法がいいね。念のため細かく保存しながら作った方がええな。例えばこことか先っちょがちょっとおかしい。頂点が足らないときは分割するよりもエクステンドで頂点を作る方法もおすすめです。ニュッと伸ばして、ガッチャンしたら砲塔本体に形を合わせます。おお、似てきたで。あとは全体を比較してサイズ感を調整。ぷっくりや。あかねちゃんみたいにぷっくりさせたら完成だね。砲塔の先っちょがおかしいですが最後に直していますよ。後ろはサクッと作りました。次に手法を乗せる構造だね。実は方針がついている左下は欠けたように垂直になっています。そうなんか。これも写真だと影になっていて詳しい構造がわからない。とりあえずそれっぽい形に見えるように修正して搭載しました。では方針を作っていきます。10式戦車が装備しているのは 120mm 砲だね。方針は何段か太さが異なっているんだけど、各長さを調べ忘れたので見た目だけで合わせていきます。ここまでで5段にしています。はい、見た目だけで合わせた方針の長さは合っているのか。砲塔付け根からの長さは3メートル10から20センチなんだけど、どうかな？おう、ほぼ一緒やん。ほら、見た目で合わせればほぼ同じ長さになるってわかったよね。人間の目ってかなり正確みたいで、よく見て長さを合わせれば大体同じになります。まあ偶然やと思うけどな。車体、砲塔、方針はできたので、あとは大量の装飾を乗せていくだけだね。それでこっちについていたのは、方向照合装置という筒状の装置。これは、こっちのが本種用の直接照準眼鏡ってなってたね。キューポラは自作できたんだけど、時間がかかりそうなので省略。機銃も装飾を乗せました。これは左側についていた本種用サイト。キューポラの後ろにあるのは社長用のサイト。これも自作したものを搭載しました。最近作ることが多いポールのような構造。後ろの網網のところか。これね地味な装備なんだけど、めちゃ時間かかる。今までは組み合わせるように作ってたんだけど、周囲の枠は1本を曲げて作りました。こういう装備も簡単に自作できるようなものあればいいんやけどな。方針を作るシステムを流用して作れそうな気がするんだよね。スプロケットの方針なんて最大60メートルまで作れるからね。せやったな。不要なところは巨大にできて、巨大にしたいところは大きくできないのがこのゲームです。もったいないな。1本作れたら他のはコピーするだけ。縦は1本1本入れていきます。これ何本あるんや。普通の 3D 系ソフトなら画面内でコピペできますが、スプロケットは1個1個キューブを置いて読み出さないといけません。本当に便利な機能は何もないので、普通の人だったら10回は発狂して投げ出してるね。ズンコは何回発狂したん？ズンちゃんはスプロケットで悟りを開くことができたから0回だね。ちなみに最近スプロケットのプレイ時間が1000時間を超えました。あれ？これ何回目の動画や？多分73回目だから1車両あたり平均で14時間から15時間ってなるね。変人やん。もちろん戦闘シーンを含めた全体のプレイ時間になるんだけど、ガチで時間かかるってわかるよね。皆さん上手に作れていたら哀れに思いつつもチャンネル登録してあげてくださいね。ずんちゃん嬉しくなっちゃう。はい、またおしゃべりをしていたら動画の尺が長くなりそうなので、さらっと見ていきましょう。これは天板についている、多分ブロードオフパネルなどと呼ばれるものだね。なんなん？この下に砲弾があって、仮に被弾しても、ここが吹き飛んで乗員を守る構造だね。あれか、ガス的なものを逃がす構造ってことか。天板装飾は装甲板などを入れてモリモリにしました。すっかり使い忘れていた左右のレーザー探知機をポイッと。発煙弾発射機は燃料タンクで形を作りました。見えにくいので色を変えて、後ろは動力関係の装飾を全部自作。確かラジエーターと紹介されていた構造もちゃんと作って、ここは完成。おお、ええやん。その上部構造もちゃんと作りましたよ。それで10式戦車の何が大変かというと、細かい装飾が大量についていることだね。既存の装飾をつけたんだけど、何個つけたのかわからない。これは砲塔側面か。細かい線は塗装か装甲板を入れるといいね。それか両方入れるとさらにいいかもしれません。細かいつまみみたいなものも入れました。これすごい量やん。他国の主力戦車にはこんなのないんだよね。
車体側面にも同じような構造とボルトのような模様を入れれば、ついに完成です。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量106トン。あれ、実物はどのくらいなん？確か44トンだね。倍以上か。サイドスカートとか本来不要なところも抜かれると撃破判定になってしまうので、ゲームではかなり重たくなってしまうのは仕方ないね。主砲は44口径 120mm 砲。最高速度は 53km 程度だね。制作時間は多分9時間くらいかな？ 10時間は超えんかったな。ちなみに、サイドスカートのところの暗いゴムを塗装し忘れて、戦闘シーンは再収録しています。何やってんねん。ぶっちゃけそれで発狂してたね。草。人と比較するとこのくらいだね。車体は人よりもちょっと低いくらいか。みんな大好き、マウスと比較するとこのくらい。あれ、意外とコンパクトなんやな。高さとか、ちょうどマウスの車体くらいしかないんだよね。ほんまや。ぜひ参考にしてみてくださいね。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。あかねちゃん発進。行くで。おう、スーッとした加速や。今回搭載したのは、スプラケットで設定できる最大の80リッター V16 エンジン。これだけで重量が6トン以上あります。まあ天雷戦車の機動性出すならこれしかないか。サスペンションは重量で沈み込んだ分を調整したくらいだね。あと、履帯があまりに切れやすいので厚さを増しています。異常に切れやすいからな、このゲーム。砲塔を動かしてみましょう。今回も2軸制御しているので方針はかなり安定しているね。これも今まで作ってきた成果やな。普通に置いただけだとブレブレになっちゃうからね。ではこのまま敵さんに突っ込んでいきり散らしていくよ。行くで。中日から2時の方向敵戦車。左端のこの子からやります。よいしょ。車体に命中、撃破。まあ余裕ですね。右に敵戦車いるで。くらえ、120mm積んだろう。ポイント撃破。上段。ポイント撃破。こっちみんな。まあこういうこともあります。よいしょ。ターレットリング付近に着弾、撃破。ほら余裕でしょ。くらえ、ゆかりちゃんが乗せた 120mm 砲弾。ヒートラン。くらえ、ゆかりちゃんが乗せた 120mm 砲弾。これ、あれだべあれ。なんや。まあそういうことです。自分も分かっとらんやろ。あいた、笑った。みんなちょっと待って。あかん敵はよ逃げる。ポイント撃破。タンク爆発。燃料タンク爆発。本当にそうなのかな？お尻にポイント命中。上段。何かおかしい。いつもおかしい。大丈夫だよね。敵戦車炎上。ガルバン仕様なので安全安心ですよ。あらあらこっちの子。はよ逃げる。ポイント命中。タンク爆発。燃料タンク爆発。本当にそうなのかな？それ以外何があるんや。ちょっと待ってストップ。ストップ。ヨタズンちゃんのところまでコロコロ転がってきてる。あいた。あっち行け。超戻りして。ステンチまで飛んでいけたかな？ステンチやめる別の投稿者さんや。好きやり。側面走行を貫通、撃破。敵戦車残り1両。あかねちゃん前進。あれ、うち何もしとらんで。そんなの私が全部コントロールできるようにしてるに決まってるじゃん。ちょうどだよ。行きます。あかねちゃんのゆるふわボディアタック。カッコ100トン。何してんねん。実際やと大事故やで。これがパワーイズパワーだね。敵戦車撃破。それでは第2波、重戦車戦をサクッとやっていきましょう。はい、いきなりどつかれましたが今日の敵さんは何かな？これは多分飛ぶ2。ズンちゃんみたいなプロだとこの距離からも一撃だね。ポイッと撃破。飛火2。あれ？中央のマークが橙色になっとらんから多分上段や。くらえ、ゆかりちゃんが球団したしっとり 120mm 砲。ニュルッと。上段や。ニュルッと。
今は手前に落ちてたね。とりあえずもうちょっと近づいてみるで。全速前進。それで作った戦車の走行性能なんだけど、天秤は片側5個、合計10個ついているんだけど、意外と普通に走れるね。1個あたり10トンくらい負荷かかっとるからな。これはあくまでゲーム内の話なんだけど、遺体が小さくて重い戦車を作ると、毎回機動性が劣悪になって、一時の方向的戦車なんだよね。前のアインラットが典型やな。よいしょ。敵戦車炎上。11時の方向的戦車。側面に積んだろう。命中。3時の方向的戦車。あかねちゃんちょっとストップ。ストップ。最初にこっちの敵さん。敵戦車炎上。側面を抜かれる可能性がある。チャンスや。5時の方向的戦車。後ろから砲弾飛んできたで。これはまずい。後ろ30ミリくらいしか走行入れなかったから普通に抜かれるよ。正面走行を貫通、撃破。ゲーム内の突通は方針があまり下を向かないのか、こっちに反応しにくいんだよね。よいしょ。砲塔を貫通、撃破。周囲に敵3円で。移動しながら残りの敵さん撃破していくよ。12時の方向、300メートル先敵戦車。私が作ったなんちゃってステビライザーがあれば余裕の撃破。ポイント。敵戦車行動不能。走りながらでも余裕やで。700メートル先敵戦車。この距離はどうや。よいしょ。手前に着弾。45キロくらい出とるからさすがに厳しいか。このくらいでどうかな。砲塔を直撃。おお、当たった。次で撃破できるかな。衝突が激しいで。全速で接近。見えたら狙うよ。了解や。敵戦車距離400メートル。よいしょ。砲塔を直撃。敵戦車炎上。余裕ですね。今のがバッチリや。はい、ということで、いつもの敵さんが見つからないバグに遭遇したので、このくらいで終わっておきましょう。使いやすい戦車やったな。やっぱり普通の形状というか、ちゃんと設計された戦車はゲームでも使いやすいことが証明されたね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような軍事に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。